今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。この話をするのは正直あまり気が進まないんだ。いや、怖いからじゃない。ただこれを話した後で俺がどうなるか、それだけが少し気がかりでさ。俺は地方都市の市役所に勤めてるごく普通の公務員だ。新卒で入って配属されたのが総務課、事務処理ばかりの地味な部署だと思ってたんだけど、3年目の春、突然選挙管理委員会への異動を命じられた。選挙の年ってのもあって増援されたんだろう。同じフロアの人間からはご愁傷様と笑われたよ。選挙ってのは準備も当日も想像以上にハードなんだってさ。確かにその通りだった。朝から晩まで候補者の届け出対応、掲示板の設置場所の調整、選挙ポスターのサイズ確認に投票所の下見、ありとあらゆる業務が山積みで定時なんてものは存在しなかった。でもな、不思議と嫌じゃなかったんだ。なんというか社会の動きの裏側に自分が関わってるって感覚があってさ。忙しいけど充実してる、そんな風に思ってた。あの日までは。あれは6月の終わり頃だったと思う。午後から雨が降ってきて外回りの予定が飛んだから、久しぶりに書類整理でもしようって保管室に入ったんだ。保管室は庁舎の地下にある。湿気がこもってて古い紙の匂いが鼻につく。蛍光灯も一部切れてて昼間でも暗いんだよな。でもまあ慣れたら落ち着く場所でもある。俺は段ボール箱をいくつか運び出して中身のファイルを一つ一つ確認してた。〇〇市長選挙平成18年、〇〇市議会議員選挙平成22年、そんな風に年代順に並べていく作業だった。その時ふと棚の奥にある封筒が目に留まったんだ。埃をかぶってるくせにやけに新しい感じがして違和感があった。しかも他の書類みたいにラベルが貼られてない。封筒の口を開けると中には1枚の紙と写真が入ってた。紙は立候補届出書、日付は昭和38年。候補者の名前欄にはこう書かれていた。橋本勝。聞いたことがない名前だった。俺は最初それが古い資料の紛れ込みだと思った。でもどこか引っかかったんだ。届け出の様式が今のとそっくりでさ、昭和の書類にしてはあまりに新しすぎるように見えたんだよ。そして添付された写真、モノクロで男の顔が写ってた。妙にはっきりしてるのにどこかぼやけて見える。スーツ姿の中年男。目はまっすぐカメラを見据えているのになぜかこちらを見ていないように感じた。俺はそのままその書類を封筒ごと保管室の棚に戻した。怖かったわけじゃない。ただなんとなく触っちゃいけない気がしたんだ。その時はまだ知らなかった。この橋本勝という名前がこれから俺の身の回りで少しずつ確実に存在感を強めていくことになるなんて。それから数日、俺は忙しさにかまけてあの封筒のことを忘れてた。いや、忘れたつもりだったのかもしれない。仕事に追われている間もふとした瞬間にあの男の顔が頭をよぎることがあった。無表情で焦点の合わない目。でもなぜか見られているような気がしてならなかった。それでも業務は待ってくれない。いよいよ告示が迫ってきて、候補者たちの事前審査やポスター掲示場所の調整で毎日が戦場みたいだった。そんなある日、ポスター掲示板の申請を確認していた先輩が変なことを口にした。おい、橋本って届け出あったっけ？橋本？いないですよ今回。いや、ここ貼り付け位置の控えに橋本勝ってある。ナンバー15番に背筋がスッと冷えた。俺は慌てて書類を覗き込んだ。確かにそこには15番橋本勝と手書きで記されていた。記入された筆跡は他の候補者と変わらない。いや、それどころか全体の一覧が統一された文字で書かれているように見えた。この欄って手書きでしたっけ？いや、ワードで印刷したはずだけどな。てか橋本なんて名前最初からなかったよな。俺はゾワッとした。念のためデータファイルを開いて確認した。するとエクセルの一覧には橋本勝の名前は載っていない。でも印刷された紙には
確かに15番橋本勝と書かれていた。誰か後で書き足したのかもしれないですね。そう言いながらも自分の声が震えていたのが分かった。だってそれ誰が何のために。先輩がぽつりとつぶやいた。選挙ってさ、たまにこういうのあるんだよな。変な名前が紛れ込むっていうか。そういう話前にもあったんですか。俺が聞いたのは10年以上前だけどさ。投票所に名簿にない人が来て投票しに来たって言ったって。でその人の名前が後から名簿に現れたんだと冗談めかして言ってるようで、目だけは笑ってなかった。俺はますます気味が悪くなったけど、表向きは笑ってごまかした。その日の帰り、ふと気になって保管室へ降りた。あの橋本勝の届けでしょう。もう一度確認したかった。だがあの封筒が棚から消えていた。他の書類をいくらかき分けても見つからない。何段もある古い段ボールを一箱ずつ調べてみたけど、それらしいものは影も形もなかった。代わりに一つだけ妙なものを見つけた。一枚の A4 用紙。棚の隙間に落ちていた。それは片隅が湿って滲んでいた。内容は掲示板用のナンバリング台帳の控え、そして赤ボールペンで書かれた15、橋本勝の文字。誰の筆跡でもないのに妙に見覚えがあるような、そんな感じがした。その夜はなんだか夢見が悪かった。誰かに名前を呼ばれる夢だった。聞き取れないほど小さな声で。でも確かに俺の名前を何度も何度も。目が覚めた時、背中にびっしょり汗をかいていた。時計を見ると夜中の3時33分。カーテンの隙間から外の街灯がうっすら差し込んでいて、俺の部屋の床に誰かの足の影が落ちていた。でもそこに立っている人間なんていなかった。それからというもの、俺は仕事の合間を縫って橋本勝という名前を調べるようになった。表向きは記録の不整合があったので精査中と言っていたけど、正直なところ俺はただ確かめたかったんだ。あの封筒は本当に存在したのか。刑事台帳に現れた15番は単なる誰かの悪意なのか、それとももっと別の何かだったのか。まずは町内の過去データベースを洗い直した。選挙ごとに保存されている候補者名簿、掲示板割り当て、投票結果、告示順。端末の画面を食い入るように見つめながら俺は全てを目で追った。けれど橋本勝という名前はどこにもなかった。平成も昭和もない。その代わりどうしても腑に落ちないことが一つだけあった。平成元年に行われた市議選の記録、告示順の15番だけ空白になっていたんだ。それ以外は全て記録が残っているのに、そこだけぽっかりと空席になっていた。理由の記載もない。コメント欄には届け出後取り下げとだけ書かれていた。その名前が橋本勝だった可能性は。それを確かめたくて俺はもっと奥へと足を踏み入れた。次に向かったのは近隣の図書館だった。そこには過去の選挙結果を報じた地方紙の縮刷版が残されている。古い紙の匂いにむせ返りながら俺は片っ端からページをめくった。昭和38年市長選挙の欄でようやくそれを見つけた。新林橋本勝、告示翌日に交通事故死。届けて書類は受理されるも無効扱いに。ぞくりと背筋が冷たくなった。事故の詳細は書かれていなかったが、死亡記事の写真を見て俺の指先が一瞬止まった。間違いない。あの封筒に入っていたあの顔、写真が新聞と一致していた。でもちょっとだけ違っていた。新聞の橋本はほんの少しだけ若いように見えた。俺が見たあの写真は目の周りに深いシワがあり、顔全体がやけに硬直して見えた。あれは生きていた頃の顔じゃない。もっと後の顔だ。図書館の資料室からの帰り道、足取りが重くなった。自分が何を調べているのかもわからなくなってきていた。死んだはずの男が選挙に出ようとしている。いや違う。もう何十年も前に亡くなった人間の名前がなぜ今になって、しかも公式書類の中に現れたんだ。その夜俺は課長に思い切って聞いてみることにした。すみません、
過去に橋本勝っていう候補者いましたか？すると課長は珍しく黙り込んだ。それから少ししてこう言った。その名前二度と口にしない方がいい。え？詳しくは言えんが、戦艦ではそういう名前が時々混じる。記録にはない。誰も覚えていない。でもどこかにそれの居場所がある。そういうのに触れると引きずられるぞ。選ばれてしまうからな。その言い方があまりに淡々としていて背筋が凍った。課長はそれ以上何も言わなかったし、俺もそれ以上聞かなかった。でもその翌日、投票用紙の見本をチェックしていた同僚が奇妙なことを言った。これ印刷ミス？そう言って彼が見せてきた用紙の下部、立候補者の一覧、その最後に橋本勝の名前が薄く灰色で浮かんでいた。よく見るとそれは印刷ではなかった。用紙の裏から滲んでいたんだ。裏面には何も書かれていない。なのにその部分だけまるで誰かが書き込んだかのようにうっすらと名前が滲んでいた。同僚は気味悪そうに不良品だなと笑って処分してしまったが、俺は黙ってそれを見ていた。心のどこかで確信していた。あの名前は消えたわけじゃなかった。俺たちが忘れているだけで、あの男は今もどこかで立候補を続けている。そして名前を呼ばれるのを待っている。誰かがその名前を口にするその瞬間を。告示から数日後、市内の至る所で候補者たちの選挙ポスターが貼り出された。掲示板の番号と名前、顔写真がずらりと並ぶ光景は街全体に選挙の空気を強く漂わせる。俺たち選管職員にとってはこのタイミングが一番神経を使う時期だ。貼り間違い、掲示漏れ、破損、剥がれ、どれか一つでもあれば公平性の問題になる。だから毎日交代で掲示板の巡回をしていたんだ。その日も午後から雨が降るってことで、午前中のうちにチェックを済ませようと市の北部にある旧道沿いの掲示板へ向かった。そこは昔からある住宅地の外れ、人通りも少なく、掲示板の裏側には竹林が広がっていた。掲示板の前に立った瞬間、違和感に気づいた。番号15番だけが空いている。一瞬業者が貼り忘れたのかと思った。でもその位置には明らかに剥がされた跡があった。雨のせいか端にうっすら紙の繊維が残っている。貼られていたのに誰かが剥がした。でも選挙ポスターの掲示を故意に剥がすなんて、それだけで選挙妨害だ。俺はすぐに刑事責任者へ連絡を入れた。15番橋本勝のポスター貼りましたか？相手は少し間を置いてからこう答えた。もちろん昨日の朝全部貼り終えましたよ。15番も。でも今剥がされてるんです。貼った記憶はっきりありますか？あります。写真も撮ってますし。ちょっと待ってくださいね、送ります。数分後、スマホに写真が届いた。それは掲示板の全体を正面から撮ったもので、15番の枠には確かに何かが貼られていた。けれど拡大してもそこに写っているはずのポスターの部分だけが奇妙にぼやけていた。他のポスターは鮮明に写っているのに、15番だけまるでモザイクをかけたように白く歪んでいた。これ変ですね、と相手も言った。撮った時は普通に映ってたんですけど、俺は急に胸の奥がざわつくのを感じた。戻って家内で報告しようと思って車を出した時、ルームミラー越しに後部座席に何か影が見えた。一瞬誰かが乗っているように見えた。思わず振り返ったけれど、もちろん誰もいない。ただ助手席の足元に何かが落ちていた。一枚の紙。車内に置いてあった選管書類ではない。それはポスターの下書き用と模式、印刷前の白黒デザイン紙だった。手に取った瞬間、指先が冷たくなる。15、橋本勝、名前と肩書き、そして顔写真。けれどその写真の目の部分だけが黒く塗りつぶされていた。しかもインクではない。指でこすったようなこすれだった。まるで誰かがそこに映らないようにしたかのように。その時、車の外から軽く窓をノックする音がした。驚いて顔を向けたが誰もいなかった。ただ竹
竹林の方から風が吹き、葉がさわさわと揺れているだけだった。俺は紙をダッシュボードにしまい、静かに車を発進させた。それからというもの、掲示板巡回の報告書には15番の異常が何件も記録されるようになった。貼ったはずのポスターが消えていたり、誰かに剥がされた形跡があったり、一度は15番のところに別の男の顔が貼られてたという報告すら上がった。でも誰もそれを確認できなかった。巡回者が証拠として写真を撮っても、そこだけ真っ白にしか映らなかったという。誰が何のためにそんなことをしているのか、あるいはそもそもそこに貼ってはいけないものだったのかもしれませんよ。後輩がふざけてそう言った時、誰も笑わなかった。沈黙が家内を包んだ。貼られていないことが異常なのではなく、そこに貼られる存在そのものが異常だったのかもしれない。開票日は嵐のような一日だった。朝から投票所の巡回、報告の整理、集票センターの立ち上げ、すべての工程が時間との勝負で、夕方には誰もが疲弊していた。だが戦艦にとっての本番はそこからだった。開票作業は夜の7時を回ってから始まる。作業員たちは交代制で深夜まで集計を続けることになる。会場は市民体育館の2階。窓の外はとっくに暗く、街の喧騒も消えていた。俺は票の研鑽と記録係としてブースの隅に控えていた。不正や誤集計を防ぐために複数人でのダブルチェックが義務付けられている。投票用紙の束が次々と開かれ、集計が進んでいく。どの候補にも予想通りの票が入っていた。数字に狂いはない。空気も妙に静かだった。その時だった。ある作業員が小さく「ん?」とつぶやいた。この表ちょっと。その人が手にした一枚の投票用紙、書かれていた名前に皆が目を留めた。橋本勝。沈黙が落ちた。そんな候補いなかったよな。票間違えて投じたんじゃないですか。誰かがそう言って笑った。でも誰も笑わなかった。俺は椅子から立ち上がって票を見に行った。用紙は確かに本物。偽造や落書きのような雰囲気はない。ただ奇妙なのは字だった。筆跡は普通のボールペンで書かれているように見えたのに、そのインクが赤く滲んでいた。赤。いや、これ最初からこうだったのか。赤ペンは禁止されてる。だからこういった表は基本的に無効扱いになる。けれど何度見てもそれが赤なのか赤く見えるだけなのかわからなかった。紙の繊維に染み込んだような色味だが、触ってもにじまない。乾いているのに濡れているようにも見えた。これは無効票扱いで記録しますか。主任が小さくうなずいた。仕分け表に入れて記録だけしておこう。報告にも載せない。報告にも載せない。その言葉が妙に引っかかった。一応全票は記録として残すのが原則だ。だがそれを記録外としたのは何かを知っているような口ぶりだった。俺がその表を入れた封筒には白い封シールが貼られた。そのシールには黒字で一行「異常票処理済み」と書かれていた。開票作業が再開されたが、それ以降誰一人として言葉を交わさなかった。空気が一変していた。体育館の時計は23時を回っていた。雨が降り出していたらしく、窓にポツポツと水音が響いていた。その時天井の照明が一瞬だけ明滅した。音はしない。でも光がわずかに揺れた。そして床に置かれていた投票箱の一つがカタンと音を立てて傾いた。作業員が慌てて支えに行く。でもそこには誰も触れていなかった。風か？誰かがそう言ったが、窓は全て閉まっていた。その瞬間俺は自分の名札が震えているのに気づいた。胸元にかけたカードケースが小刻みに震えていた。中の紙を確認すると、いつの間にか汗をかいたように湿っていた。でも俺は汗などかいていない。触れてもいない。けれど紙の隅が赤く滲んでいた。赤いインク。いや違う。それはあの表と同じ色だった。ドクンと心臓が強く打った。足元が一瞬ふらついたような気がして
壁に手をつく。その瞬間、誰かが俺の耳元でこう囁いた気がした。俺にも一票入ってたろ。振り返ったが誰もいなかった。ただ集計台の上にポツンと置かれた封筒だけが揺れていた。あの異常表の入った封筒だった。その揺れはまるで中から誰かが出ようとしているかのように見えた。開票が終わってからも俺はなんとなく気が晴れなかった。あの異常表のことも耳元の声も理屈では説明がつかない。でも起きたことは確かで、それを誰に話すでもなく俺は一人で抱え込んでいた。そしてあの忌まわしい開票日から数日後のことだった。その日は雨だった。夕方から本格的に降り出して、庁舎内もどこか湿っぽい空気が漂っていた。他の職員たちはほとんど帰っていて、残っていたのは俺と課長だけだった。明日から始まる本番に備えて最後の書類整理をしていたんだ。午後8時過ぎ、市役所の裏手にある通用口からインターホンが鳴った。警備室から内線が入り、封筒を届けに来たという男性がいますと伝えられた。俺は選挙関係者かもしれませんと言って受付に出向いた。通用口のロビーには一人の男が立っていた。スーツ姿だが濡れてはいない。年は60前後だろうか。古びた革カバンを手に持っていて、胸元には金色のピンバッジが光っていた。どこか昭和の政治家を思わせる雰囲気だった。ご苦労様です。こちらに推薦状の提出を。男はそう言いながらカバンの中から封筒を取り出した。告示はもう終わっているのになぜ今さら推薦状を。どちらの候補者の推薦状でしょうか。俺が尋ねると男は一瞬黙った。そして低い声で答えた。橋本勝。背中に寒気が走った。俺は口元を引きつらせながらも形式通りに言葉を返した。すみません、その方の立候補は現在登録がなくて。登録はされている。ずっとそこにある。あとは推薦状さえ届けば必要な資格は満たすんだ。男はそう言って封筒を俺の手に押し付けてきた。その封筒は異様に冷たかった。まるで中に氷が入っているようにずしりと重く湿っていた。俺が黙っていると男はゆっくりと笑った。これで選ばれる準備は整ったな。そう言うと男はくるりと背を向け雨の中へと歩き出した。俺は反射的に後を追った。ちょっと待ってください、お名前を。だが外に出た時、そこにはもう誰もいなかった。庁舎の裏手は街灯も少なく、雨の音だけが遠く響いていた。足音も気配も消えていた。慌てて警備室に戻り防犯カメラを確認してもらった。だが映っていなかった。通用口に人が立っていた時間帯、映像は確かに残っている。だが画面には誰もいない。封筒を受け取っている俺の姿だけがポツンとそこにあった。まるで誰もいない空間に向かって俺が話しかけているようだった。俺は封筒を開けてみた。中には一枚の推薦状。確かに書式は正しい。宛先も記名も押印もされている。ただ差出人の名前が読めなかった。墨で書かれているはずの筆文字が紙の上で滲んでいて、まるで血のようだった。そして下の余白に小さな文字でこう書かれていた。これでようやく選挙に戻れる。その文字だけがまたらしかった。俺はそのまま封筒を静かに閉じ、誰にも見せず自分の引き出しの奥にしまった。誰にも言えなかった。言ったら何かが始まる、そんな気がして。だが封筒を閉じたその瞬間からある感覚がつきまとい始めた。誰かに見られている。どこかで名を呼ばれている。そんな気配がずっと俺の背後にあった。それから選挙は無事に終わった。有効投票数、投票率、当選者、全てが帳尻の合うようにきれいに収まった。やっと終わったな。課長がそう言って書類の山から顔を上げた時、俺もうなずいた。何事もなかったかのように日常が戻ってきた。だが本当に何事もなかったのか、俺には分からなかった。封筒の男はそれきり現れなかった。あの推薦状も
俺の机の奥底に眠ったままだ。けれど夜になると時々誰かの視線を感じる。歩いていてふとショーウィンドウに映る自分の背後にもう一つの気配を見たような気がして振り返る。でもそこには誰もいない。ある日偶然立ち寄った古本屋で新聞の古い縮刷版を見つけた。パラパラとめくっているとある記事が目に留まった。昭和38年市議選、新人候補橋本勝出馬準備中に事故死。受付未完了のため候補者扱いにはならず。俺が図書館で見たものよりも詳しい記述だった。事故現場の様子、関係者の証言、そして最後に一文。遺族は本人が死んだことに気づいていなかった気がすると語った。その言葉に背筋が冷たくなった。本人が死んだことに気づいていない。そうだとしたらあの封筒を持ってきた男もそうだったのかもしれない。いや、もっと恐ろしい可能性が頭に浮かんだ。彼は自分がまだ候補者であると信じているのではないか。この世のどこかで選ばれることをまだ待っているのではないか。そう思った時、俺のポケットの中でスマホが震えた。通知は町内メールだった。件名、未処理書類の再確認について。本文、市長選に関する立候補関係書類の提出確認をお願いします。文末に担当名が書かれていた。担当、橋本。一瞬、息が止まった。だがそんな名前の職員はうちにはいない。念のため人事記録を調べてみたが、橋本という名前はどこにもなかった。俺は恐る恐る、机の引き出しを開けた。そこにしまったままだったはずの封筒は、消えていた。代わりに、そこには一枚の紙が置かれていた。それは、立候補届出書だった。宛先、市選挙管理委員会。候補者名、空白。だがよく見ると、その欄にだけ、うっすらと名前が浮かび上がっていた。橋本間。さあ、俺は慌てて紙を伏せた。誰かが、俺に書かせようとしている。いや違う。もしかすると、もう俺は書いてしまったのかもしれない。自分でも気づかないうちに、俺は今も、その書類を誰にも見せず、引き出しの奥にしまってある。触れてはならないもの、語ってはならない名前。ただ一つ言えるのは、選挙という制度には、誰も知らないもう一つの枠があるのかもしれない。その枠は、普段は空白のままなんです。でも、誰かがその存在を知ってしまったとき、初めて意味を持つ。そう、今この話を聞いて、橋本勝という名前を知ってしまったあなたのことです。次にあなたが投票所へ行くとき、思い出してください。あなたが手に取った投票用紙にもし不自然な空白があったなら、それは彼が立候補しているという印です。そしてあなたがその名を書いてしまえば、ようやく当選できるんですから。最後までご視聴いただきありがとうございます。少し怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ応援いただけると励みになります。それではおやすみなさい。どうか良い夢を